CQB は何センチの立ち回りで側面引く。車線って結構面白いんですよ。これが打ち合いする時のラインの見極め。はい、じゃあよろしいでしょうか。じゃあ皆さんおはようございます。はい、本日はタキトレ、はい、お越しいただきましてありがとうございます。基本的に私の訓練についてなんですけど、あんまりこうなんだろう、ターゲットシューティングでバンバンやるよりは、私どっちかっていうともう打ち合って打ち合いの利合いからもう分かってもらった方がいいかなっていう派なんですよ。そのためですね、まず最初もういきなり打ち合いしてもらいます。まず打ち合いしてもらって何が足らないかを自分で考えて、まあ私も見ますけどね、自分で考えて、こういう状況下でこういう打ち合いしたら俺こういう時打ち負けるんだなっていうところとかをちゃんと分析するところから入ってもらって、まず自分を見つめてもらい、そこから技術的なところをこう伸ばしていこうというところになりますので、そこのところあらかじめご了承ください。基本的にキャットさんでやるときはもう間取りができてるんで、キルハウスを使ってですね、カッコ戦闘技能よりはどっちかというとそのチームでの動きっていうところっていうのがわりかし主になってくるところが多いです。戦技連磨っていって打ち合いをするんですけど、中に少数人数立てこもらせて、で外部から突入させて、多数対少数で戦います。基本的に中にいる人間っていうのは血のりを有している状態、これを、基本とします。外から攻めてくる人間は血のりを有してないっていう状態なんで、基本的には中の方が、少数なんですけど血のりがある分結構中の方が有利っていう状況をあえて作ります。サバゲーみたいにゲームスタートってやったらみんながみんな同じ条件でバーってやるっていうよりは、ちょっと外中で差がある状態ですね。これをあえて作りますんで、なんか無理ゲーじゃんこれって思うかもしれないですけど、これは過去の戦闘技能をこう見極める上ではすごい大事なことなんで、これは甘んじて、やっていただければと思います。突入口は今回ここの1箇所、ここに絞ります。使える範囲なんですけども、入り口から入ったらあとはこの壁の外角の中、ここ大外だなっていうところ、そこから外には出ないように、そのような形でやっていただければと思います。はい、じゃあ中 OK ですか。参りまーす。状況開始。はい、この裏にも来てる。
はい、じゃあ一回全員外出てきましょう。数の優位性っていうのはなんでなくなるかっていうと、開口部の概念ってめちゃめちゃ大事で、開口部って要は外界との遮断なんですよね。情報の遮断、弾の遮断、これらがあるわけですよ。で、見えてる範囲のところからしか戦えないし入れない、侵入出入りができないっていう状況なんですよね。で、相手が先に、もうこっちに銃口を据えてガンロックして待ってるっていう状況において、こっちにいくら人数に差があったとしても結局戦える人数に限界がある。一つの開口部から見えるのは1人か、せいぜい戦えるのは1人か2人しかいないっていうことが、これまず開口部を使うことに対してすごい大事な考え方です。今の錯覚からだとそうなってしまうんですけど、じゃあいかにして数の利用をもっと増やせるかっていうところを考えないといけないんですね。はい、じゃあそこだけヒント与えます。はい、じゃあもう一回やりましょう。ブラボー中。はい、今ちょうどいい事例ができたんで、一番しんどい人って誰ですか？一番いいんだよね。一番いいが一番しんどいんだよね。一番打ち合ってんだから。正面の敵とだけ戦ってればいいから、ある意味頭は使わなくていいっていう意味では楽なんですけど、でも一番打たれるか打たれないかの状態をずっとやってるのは一番員なんですよね。じゃあこの一番員が後ろに対して指示出して声かけしてるっていう状況ってどういう状況ですか？よりしんどくさせてないっていうことなんですよ。だから一番員がさっきコトトロね、この人手挙げて、この人が今圧で押さえてるからなんちゃらかんちゃらボーンって死んだんですよ、喋ってる最中に。で喋ってる時って一番弱いんですよ。例えばですけど、ボクシングしながらフラッシュ暗算でき、フラッシュ暗算とは言わないボクシングしながらなんかいろいろ計算できますかって話なんですよね。打ち合いもそうじゃないですか。打ち合いながらなんか頭の中で考えられるかって言ったら、絶対リソースが今まで 100% 的に注いでたものが割かれて、味方への指示の方にもリソース割かれるから、結局こっちに 100% 集中できないんですよ。で今はちょうどいいタイミングで喋ってる最中撃たれた。基本的に失敗から学ぶっていうところが、私の訓練ではすごい大事にしてるところなんで、失敗したから攻めるとかそういうわけではなくて、これをじゃあ逆に失敗した事例をみんながじゃあこれを、糧にするっていうところですよね。その上ではすごいいい事例かなと思いました。なのでここで打ち合ってる人がいました、打ち合ってる人がいたらここでダブルガンして打ち合ってるとするじゃないですか。この人何ができるかって話なんですよ。ここで打ち合ってて多分誰も何もしてないんですよね、今のところ見てるけど。でもこの人たちが打ち合ってる最中に、この人たちの車線、銃口方向、このストックのライン、ここを一線通してみると、ここから向こう側が危険域、要はここからこっちに出たら死ぬんですよね。ここから内側が安全域っていうのが分かると思います。まずそれをちゃんと見極めてるかなっていうところがちょっと私見てて思ったんですね。だからどこがギリギリかっていうところ、部隊が部隊を維持する上で重要なラインっていうのがどこにあるかってことですよね。これがどんどん攻められてくると部隊がどんどん圧迫される。この人たちがどんどん広がっていくと部隊がどんどん向こうに押していけるっていう状態じゃないですか。でこの状態の中で、じゃあはい後ろの人何ができるかな、ここでクイックピックすればいいじゃないですか。そしたら情報取れますよね。あ、この人たちどことどこで戦ってるんだ、じゃあどういう風に戦おうかなっていうのが多分後ろの人もできるはずなんですよ。で損耗ってどこで起きてます？ここで何をしてたら起きます？打ち合いしてるから損耗をするんですよね。そうで、敵は血のりがあるわけじゃないですか。で血のりをどうやって崩していくかっていうところが焦点なんですけど、どうしてもやっぱここで頑張って打ち合いをしちゃうんですよ。でスワットチームでさっきいい感じでやってくれたのが、
ここで打ち合ってる最中、合間、その射撃の合間を縫ってこっち側に渡った人がいる。これによって一気に流れ変わりましたよね。あの瞬間こっち側に人が渡った瞬間流れが変わったんです。これ地の利を部分的に崩してるんですよね。この方向に対しての地の利をその時点で崩してます。なのでこういったところっていうのの積み重ねなんですよ。だからこの人たちがやってる最中、この人たちは集中させてあげて、どんどん違うやつがその状況を崩していってこの人たちをどんどん楽させてあげる。ずっと後ろにいてもこの人たちの負担は変わりません。この人たちの横か前、横並びになることで初めて同一の負担、言ってみれば負荷がかかってる状態になるわけですよね。こういう風にどんどん前に出て先頭の人間の横並びになってその人たちの、リスクを減らしてあげるっていうことが後ろの人は大事だと思います。どうしてもやっぱ打ち合いで勝って敵取ったら前に出るみたいな感じの順序になっちゃってるんですけど、この状況下においては多分そうではないと思うんですよね。それでもいいんですよ。それで勝てればそれでいいんですけど、それでどんどん消耗していくようであれば多分打ち合いで負けるんだな俺って、この状況だと打ち合いちょっと俺まだ難しいなっていう人はどっちかっていうと血のりを崩していくっていうのを考えていくのもいいかなと思います。はい、っていうところをちょっとヒントとして、またやってみましょうか。はい、じゃあ、次チャーリー中お願いします。はい、参ります。状況開始。壁 OK。僕の右側に1人。人は後ろから見ててもいい。2名見ろ了解。おいとい。切った。残ってるのはこっち何かいるのか分かりますか。じゃあ2名いない。2名いない。ちょっとそっち見といてもらっていいですか。ます。あー、すいません。すいません。申し訳ないです。ここなんだけど、こことここで、ここともう一個前かな。そこかな。そこ
こここの車線とここの車線後ろ見たらで戦うじゃん。でこの時にさっきねちょっと見ててもったいないなと思ったのが、じゃあちょっと見ててね。 OK ですか？はいじゃあいきまーす。はい始め。っていう感じなのよ。何が言いたいかっていうと、さっきエロボここでこっち渡ったじゃん。さっきまでこことここのラインで戦ってたから、部隊の生存、部隊の活動範囲ってこうなの。イアナさんここちょっと手で示しといて。こんな感じで、ここがチャチャ入れるとこっちに車線移るから活動範囲これだけ広がるの。そうってなってくると、さっきまでここと奥ととかでなんか戦ったりとかなんかいろいろしてたじゃん。やってた時にこっち渡る時のリスクが結構大きかったんですよ。なんでかっていうと、これ車線の話になってくるんですけど、敵ってね渡る時に追従できるんですよ。ラインだと。ラインって2つあって、壁と壁が互い違いになる、この絵が私クロスラインって呼ぶんですね。このクロスラインって途中でプチって切れるんですよ。こんな感じで車線が途中から最後プチって切れる、なくなる。クロスラインね、こんな感じ、ぐーってプチって切れる。だけどこれはクロスラインじゃなくて、これストレートライン、お互いが壁の内側にいるストレートラインなんですね。ストレートラインの場合は車線が見切れないから、こっちに渡るとそのまま相手で追従してここまで撃てるんですよ、この幅だから。ここをいきなり渡る人は、この幅を見極めないといけないですね。だからここら辺の中途半端なところでこうやって止まると追従されて撃たれちゃうんですよ。だけど散ってみて、あの人の車線とそこの壁の反対側の壁のここの角ね、このコーナーを結ぶと、あ、このラインまで、ラインから向こうに行ったら撃たれないんだなっていうラインが見えてくるんですよ。なんでそのラインのところまでスッて渡るともうここで撃たれないっていう風になってくるんですね。これが打ち合いする時のラインの見極めになってくるんですよ。これができてこないと結構こういう血のり崩すとかって難しいんですよね。でこっち側に渡りました。渡った後にこの人があの人とこう戦ってる時、この人がそういう打ち合いができるんです。実は車線って結構面白いんですよ。私実は1対1の打ち合いで正面切って倒してるっていうよりは、実はこういう姑息なことをちまちまいっぱいやってるのだから、めっちゃ私打ち合い強くないんですよ。実は姑息なことをめっちゃやってるんです。こういう風なことの積み重ねを拾っていくのがすごい大事ですね。大きいこういう広大なフィールドとかで考えていくと、何十メーター何百メーターまでいかないですね。何十メーターの立ち回りで側面を取るっていう風な感じなんですけど、 CQB は何センチの立ち回りで側面を取るっていうのは私の感覚です。だからぶっちゃけ CQB も広大なフィールドも私の中では感覚は変わらないです。正直同じ感覚でやってます。めっちゃ極論をやってるんですよ今やってるのは。めっちゃむずい状況にあえて突っ込んでってもらってるって状態なんで、無理ゲーではないんですけどね。無理ゲーではないんだけど、すごく難しい状態でやってもらってます。なんですけど、今やってみて分かったと思うんですけど、打ち合いしたら負けるのであれば打ち合いの技能を伸ばしていけばいいし、打ち合いして勝てるんだったらもっと楽な戦い方を伸ばしていけばいいし、だから移動するとかね、さっきのそうだ、打ち合いするっていうことは弾の交わし合いなんで、絶対にお互い撃たれるリスクが出てくるんですよ。だから一方的にぶっころうち動画一方的にやれる、一方的に撃てる状況っていうのをブロッコリー、一方的にブロッコリーできる状態ですね。はい、一方的にブロッコリーしたいわけじゃないですか。なんで打ち合いするリスクっていうのをいかになくすかっていうことを考えるっていうのが、打ち合いがもうできてきた人が今度はやることだと思うんですよ。私打ち合いができてない状態でそっちに逃げちゃうと、逃げっていうのもちょっとおかしいんですけどね、行っちゃうと何が起きるかって言ったら、どうしたって打ち合いしなくちゃいけない場面でもう選択肢がなくなる。そうだから引き出しを増やしていく、選択肢を増やすことによって、戦いの中でどっちにしようかなって選べるっていう状態が一番強いんですよ。なので、打ち合いも当然うまくないといけないし、そういった側面戦闘ですね、こういうのもうまくないといけないし、ここのところの、ふるい分けって言っちゃあれなんですけど、多分そこら辺がちょっと今ここで見えてきたんじゃないですかね。自分はちょっと打ち合いがちょっとまだまだだな、
打ち合いはできるんだけど、どうしてもなんか足が動かないな。もうちょっと楽な戦い方をちょっと見つけたいな。ここら辺が多分ね変わってくると思うんですよね。ここのところの、見極めっていうところが今できたと思いますので、まずそこがまず一つ発見だと思います。じゃあそこからこの後につなげていきますんで、一回休憩取りましょう。